皆さんどうもこんにちは、鯛之助です。今回は透明の描き方3選ということで、蜂蜜の描き方をお伝えします。蜂蜜の描き方に興味のある人はあまりいないと思いますが、様々な透明の液体の描き方に応用できると思います。初級、中級、上級に分けて詳しく解説します。初級編では初歩的な技術を使ってシンプルに描く方法をお伝えします。中級編では蜂蜜のように粘度のある液体の見え方をお伝えした後、初級編の応用で少し高い技術を使って描く方法をお伝えします。それから上級編、リアルな蜂蜜を描いていきます。どのような手順で描くのか、ポイントは何か、具体的に解説します。このチャンネルではこういった内容の動画を配信しています。役に立ちそう、見たいと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではスタート。まずは絵を描く手順について、下描き、線画、下塗り、書き込み、初級、中級、上級、すべてこの順番で描いていきます。では下描きから、ブラシを選びます。ピクセルブラシのスケッチから鉛筆を選びます。ポイントは長い線を一気に描こうとせずに細かく区切って描くこと。何度も線を重ねているうちに自分が作りたい形が見えてきますよ。こんな感じでしょうか。では次に線画です。下書きレイヤーを薄くします。レイヤープロパティの中のレイヤーの不透明度を下げます。このくらいでしょうか。下書きレイヤーの下に新しいレイヤーを作ります。このレイヤーに線画を描いていきます。ピクセルブラシの汎用からハード円を選びます。ブラシのサイズはこのくらい。流量は 100%。流量度は色が出る量のことですが、完全に不透明ということですね。色はこのくらいのオレンジにします。では描いていきます。ポイントはここでも区切りながら描くこと。長い線を一気に描くのはとても難しいので、区切りながら丁寧に線を描きます。できました。下書きのレイヤーを非表示にします。次に下塗りです。この形を一色でベタ塗りします。効果的に作業するためにこの形を選択します。選択ツールの自動選択を選びます。この線画の外側をどこかタップします。そうすると外側がすべて選択されました。今ここが選択されている状態です。選択範囲オプションを開いて選択範囲を反転を選びます。反転したのでこの形自体を選択しています。こんな感じですね。この選択範囲の中を塗りつぶします。この状態で線画のレイヤーを非表示にします。でも選択範囲は残った状態ですね。新しいレイヤーを作ります。ブラシはこのままでサイズを大きくします。色はこのくらい。では塗りつぶしていきます。下塗りができました。では書き込みをします。グラデーションで陰影をつけます。ブラシをソフト円不透明にします。これはエアブラシのような効果のあるブラシです。サイズはこのくらい。色は線画と同じ色を選びます。こんな感じで横方向に塗っていきます。最初は優しく塗り始めて、下の方の色が濃くなるように少し強めに塗ります。できたら上の方も横方向に色を塗ります。できました。選択を解除します。では最後にハイライトを入れていきます。ブラシは再びハード円にします。ブラシのサイズを小さくします。このくらい。色は真っ白を選びます。ではハイライトを描いていきましょう。ハイライトの描き方はいろいろありますが、私はこのように描いていきます。上の方にも入れて、はい、できました。このままでもいいですし、線画を表示させるのもいいですね。この方法で様々な色を試してみてください。いろいろな透明なものを描くことができますよ。中級編では、まず液体の見え方から説明します。蜂蜜が垂れているところを横から見るとします。こんな感じで起伏があるはずです。液が溜まって熱くなっているところ、垂れて伸びて薄くなっているところ、
厚くぽってりとしたところは色が濃くなります。反対に薄くペラッとしたところは色も薄くなります。ハイライトの入り方も少し変わります。厚いところはこんな感じになっていて、薄いところはこうなります。このことを頭に入れて描いていきましょう。今、下塗りまでできています。では、書き込みをしていきます。ブラシはソフト、円、不透明。少し暗い色を選びます。ブラシのサイズはこのくらい。レイヤーアクションから透明度をロックを選びます。そうすると何も描かれていない部分、透明な部分に絵が描けなくなります。これではみ出す心配をすることなく書き込みができます。では書き込んでいきます。先ほど説明した液体の見え方を意識しながらタッチをつけていきます。厚くなっているところは色を濃く、厚みのない部分はあまり濃くしないように描いていきます。次にもう少し濃い色を選んで、さらに立体感を出していきます。ブラシのサイズを小さくして描いていきます。では明るい色を選んで厚みのない部分にタッチを入れます。ブラシをぐっと細くして光の照り返しを描いていきます。次にハイライトを描きます。ブラシはピクセルブラシの汎用からハード、円、不透明にします。どのような効果のあるブラシなのか試してみましょう。筆圧をかけずに描き始めて、途中で筆圧をかける。最後にまた筆圧を緩める。こんな感じでグラデーションのある線が描けます。ではやってみましょう。色は白。ブラシの大きさはこのくらい。こんな感じで筆圧を調整しながらハイライトを描いていきます。中級編の最初に説明したハイライトの見え方をイメージしながら描いていきます。ブラシをソフト、円、不透明にして上の方にもぼんやりとハイライトを入れます。最後に影を描きます。新しいレイヤーを出して色は明るい黄色にします。影というより接地面に色が反射しているというイメージで描きます。できました。どうでしょうか？色調を調整して遊んでみましょう。色調を調整するとこのようにいろんなバリエーションが作れますよ。私が上級者の方にお伝えできることはないので、私の絵の描き方を紹介します。絵を描く手順は初級編、中級編と同じです。まずは下書きをしています。初級編でお伝えしたように線を細かく区切って少しずつ描いていきます。ダイナミックで長い線を大胆に使いながら描くやり方もありますよね。とても憧れるんですけれども、私はあまりやりません。この方が後戻りが少なくて効率がいいんです。下書きの時点でなるべく多くの要素を書き込んでおきます。物の形だけでなく、色の変わり目やハイライトなども書きます。形を取る作業はこの下書きの段階でなるべく終わらせておくようにしています。線画です。ブラシは鉛筆。下書きのレイヤーの不透明度を下げて別のレイヤーの上に書いています。これも初級編でお伝えした書き方と同じです。ポイントはここでも区切りながら書くこと。長い線を一気に書くのはとても難しいので、区切りながら丁寧に線を書きます。私の線画を描く目的は皆さんと少し違うかもしれません。最終的にこの線画はいらなくなります。表示させません。でもこの先の作業を効率的に進めるために線画を描いています。線画として一本の線にまとめることで、この先の作業効率がぐっと上がります。色の下塗りをします。ブラシはマーカー。色が均一に塗れるものなら何でもいいです。線画に沿って細い線でアウトラインを描き、中を塗りつぶすという感じで進めます。
この時にレイヤー分けの計画を考えながら塗っています。計画的にレイヤーを分けておくことで、この後の作業が効率的になります。この後、中級編でお話ししたレイヤーの透明度ロックの機能を使うからです。書き込みの時に色が塗られている範囲だけに描画することができれば、はみ出しを気にせず大胆に書き進めることができます。最終的にはこんな感じでレイヤー分けをしました。あまり細かく分けすぎるとわけがわからなくなるので、最低限のレイヤー数にしています。書き込みをしています。ブラシは鉛筆がメインで、マーカー、ソフト、円、不透明を必要に応じて使います。特徴的なブラシは使いません。オーソドックスなブラシのみで書き進めます。私の絵の描き方は模写です。模写とは目の前にあるものをそのまま正確に描き写すことです。これはいわゆるトレースとは違います。あくまでも目視、目の力だけに頼って絵を描いていきます。今回はこの写真を模写しています。私の模写はかなり細かいです。細部をよく観察し、完全に再現します。この細部をよく観察するというところがポイントです。細部を観察して要素を割り出す。その要素をどう表現するかを考える。この要素の割り出しと表現手法を考えることが上級編の役割です。では、要素の割り出しです。蜂蜜という黄色く透明な液体。透明な液体というのはどのような要素があって透明に見えるのか。まずはグラデーション。とにかくほとんどの部分がグラデーションで構成されている。次にコントラスト。透明なものの中では明るい色と暗い色の強いコントラストがある。そしてハイライト。柔らかいものやシャープなものなど数種類ある。基本的にはこれらの要素が透明な液体を作り出しています。ではこれらの要素をどのように表現するでしょうか。まずはグラデーション表現。大きな面で広い範囲が徐々に変化しているグラデーションもあれば、小さな範囲でシャープに変化するものもある。大きな変化で色が濃くなっているところは蜂蜜が溜まって厚みがあるところ、また色が薄くなっているところは厚みが薄いところ。それらはソフト、円、不透明などエアーブラシ効果があるブラシで大きく表現。小さな範囲を表現させるときは鉛筆など筆圧コントロールが簡単なブラシで表現。次にコントラスト。明るい色と暗い色が隣り合ってコントラストを作り出している。明るい色は蜂蜜自体の中に光が入り込んで反射しているもの。蜂蜜の色を通して見る光なので彩度の高い黄色を使う。また何かが中に映り込んでいるためとても濃い部分ができる。よく見るとこの濃い部分も複雑な構成になっているのでしっかりと書き込む。暗い部分をうやむやにしない。彩度の高い明るい色とよく書き込まれた暗い部分でコントラストを作る。次にハイライト。柔らかいハイライトは蜂蜜表面のうねりによって生まれているもの。ブラシはマーカーやソフト、円、不透明でその流量を少なくして何度も塗り重ねをする。シャープなものは蜂蜜の表面に直接映り込んだ光。鉛筆など硬いブラシでしっかりと書き込む。このように要素を割り出して具体的に書く方法を考えて書き進めています。こうして上級編で導き出されたことを噛み砕いて中級編を考える。中級編をさらに簡素化して初級編を作る。このような流れでこのシリーズの動画を作っています。まずは上級編の絵を描くことが最初なのです。ということで絵ができました。今回は透明の描き方3選ということで蜂蜜の描き方を3種類紹介しました。蜂蜜などの透明な液体は人気のある絵のモチーフです。初心者の方も初級編から始めて中級編にチャレンジしてみてくださいね。中級以上の方は上級編の考え方、書き方が何かの参考になれば嬉しいです。今後も再現性が高く、いろいろな場面で応用できる素材の書き方を紹介していきたいと思います。これは使える、役に立つと思ったらチャンネル登録をして通知をオンにして次の動画をお待ちください。こんな素材の書き方が知りたいという方はコメントで教えてください。最後に今回の動画が良かった、役に立ったと思ったらぜひ高評価ボタンを押してくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。